はようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。直近ではずっと強く下落をしてきております。かなり強めの下落の動きになってきておりますね。先日一度強く上昇したんですけれども、昨日が結局そこから行ってこいの動きになってきております。本日も安値を更新してきておりますので、結局この上昇っていうのは行ってこいで戻されてしまったという動きですね。基本的には今強い下落トレンド中ですので、こういう動きを想定しておいてください。一度こういう風に戻してくれば、そこからは戻り売りが入りやすいということですね。基本的には円高方向に動きやすいので、ロングではなくショートでトレードをしていく方がいいと思います。上がったところからの戻り売りというこういうイメージで、こういうところから売っていくという感じですね。では4時間足です。それが分かりやすいのが昨日の4時間足ですね。今言ったように下落から一旦上昇したんですが、結局 GMMA から戻り売りが入ってきているという形、テクニカル通りの動きをしております。そして本日も朝から下落中ですので、この下落がどこまで続くか、こういう風になってくると、ここで一旦ダブルボトムみたいな形が意識されると思いますので、そう考えるともうちょっと下落余地があるのか、それともこのあたりですね、今過去の安値付近にありますので、このあたりが意識されてくるのかというところを見ておいてください。現在地付近だいたい187円付近、このあたりから反転上昇していくのか、それとももう一段下落してダブルボトムになるのかというところを見ておきたいです。ただ、先ほど言ったように基本的なトレードの方向としては戻り売りがいいので、上がったところから売っていくですね。もしこのままじりじりと下落してきた場合は、現在地付近での反発を買い足で見ておく。もしくは先日の安値付近での反発を短く狙うという、そんな考え方です。では1時間足です。それが分かりやすいのが1時間足ですね。まずは現在地付近、過去の安値付近と言いましたよね。ここからの反発の上昇。その場合は直近のこの高値、このあたりですね。190円ぐらいのところが意識されてくると思いますので、そこからのまた下落という、そんなイメージができます。つまり上昇すれば売られるし、下がってくれば買われるという、こういう動き方ですね。もちろんこの過去の高値、昨日の高値を上抜けてくれば上昇しやすくなりますし、先ほど言ったもう一段下落してくれば、今本日の安値を下抜けてくれば、さらに一昨日の安値付近まで184円の前半ぐらいまでの下げ、そしてそのあたりでの反発という、その辺を見ておくと分かりやすいトレードができると思います。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も強く下落してきてますよね。ここのところ一旦揉み合っていたんですが、そこからさらに昨日急落、本日も下落中、ストキャスティクスももうちょっと下げる余地がありますので、本日も基本的には戻り売りで下落方向へのトレードをやっていくといいと思います。では4時間足です。4時間足、本日朝からの下落でさらに安値を更新してきてますよね。以前からこういう風に少しずつ安値を更新してきておりますので、下落トレンドは継続、こういう下落トレンドが継続しているというところですね。ですので上がったところから売っていくんですけれども、本日の下落もそうですが、ここのところずっと昨日連続の陰線ですよね。陽線を一本も作っていないというところで、やはり一度上昇方向の動きを待ちたいですね。一旦上昇後の下落というこういう動き方、ストキャスティクスも安値圏ですので、ちょっとここから下落についていくのは怖いなというところ。なので一度上昇を待ちましょう。それが1時間足ですね。1時間足、まずは現在地付近での反発の上昇を待ってください。そして上がってきたところからの戻り売りという、こういうイメージ。まずはこのオレンジの水平線、144円付近からの下落。もう一段上昇してくると、この辺ですよね。この赤い水平線、145円付近からの下落のイメージ。145円付近を上抜けてくると、一旦上昇方向に動きやすくなります。その場合は147円付近が次の戻り売りポイントになってきますので、そのあたりまでの上昇を待っておくのが安全です。ただ今の動きを見ているとここまでの上昇っていうのはなかなか考えにくいので、基本的にはこのオレンジの水平線144円付近、もしくは145円付近からの戻り売りを見ておくと分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。現在使用しているチャートはトレーディングビューなんですが、使いやすいチャートですので、まだご利用でない方はぜひ一度無料登録をしてみてください。URL は概要欄に貼ってあります。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。なんとなく FX をやってきたけれども、基本的なところがわからないとか、FX を始めたばかりで基礎から学びたいという方は、ぜひノートメンバーシップをご利用ください。毎朝更新の詳細な相場分析、そして週末の限定動画でのスキルアップを目指すような内容となっております。毎朝の分析はかなり濃密な内容のものになっております。そちらを聞いていただくだけでも FX の知識が増えていきますので、まずは視聴するところから始めてみてください。わからなくても聞いてるだけでも知識は増えていきます。まずは FX は知識をつけるところからやっていくのがいいと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。